今や人間は暑い土地から寒い土地までありとあらゆる場所にいます。たった一種類の動物でこんなに広い範囲に住んでいるものは他にはいません。どうしてこんなことができたんでしょうか。人間は海の中にさえ行くことができるんです。ある動物は進化の結果海の中で暮らすようになりました。しかし人間は進化ではなく道具を使ったんです。こんな具合にね。おっと、これをこうして、人間は自分たちが好む環境を体の周りに持って歩いています。それは衣服です。周りがどんなに冷たくても衣服と皮膚の間は一定の温度に保たれます。地上と同じように空気を呼吸できる道具。そんな道具の発達の結果、人間はこんなところにさえ行くことができるようになりました。今までの地球の歴史を振り返れば、生物は環境変化に合わせて自分たちの姿を変えてきました。その歴史が進化です。ところが人間は環境に合わせるのではなく、環境の方を自分たちに合わせて変えていく道を選びました。環境を変えていくのに必要なもの、それはエネルギーです。すべてのエネルギーの源は太陽。人間の文明を支えている石油や石炭は、植物が吸収した太陽エネルギーが地中に閉じ込められて化石となったもの。いわば生物が何億年もかけて蓄えてきた貯金。その貯金を人間は一代で使い果たそうとしているかのようです。今や人間は最も強い動物となりました。あらゆる動物よりも速く走り、どんな鳥よりも高く飛ぶことができるのです。力を持ちすぎた人間はその代償を支払わなければなりません。自分たちが生き延びていくために、たった一人で全ての環境を管理しなければならなくなってしまったのです。人間は一体いつまでこの孤独な重荷に耐えられるのでしょうか。人間は自分たちの都合のいいように環境を変え、また天然資源を使って文明を築き上げました。医学の発達により人口はこれからもどんどん増え続けることでしょう。そして利用できる土地は全て人間に利用され尽くすんです。それは数千年のうちのことか数万年のうちのことか、私には断言できません。しかしやがて資源を使い尽くす時が来るでしょう。その時です。多くの動物を絶滅に追いやった人間も他の動物と同じように絶滅するんです。6500万年前に大絶滅を引き起こした隕石と同じことを人間は地球に行っているのでしょうか。この人間がですね、隕石と同じ役割を果たしているという。隕石が地球のいろんな生物をほとんど滅ぼしてしまって、わずかに生き残った生き物だけがまた新たに進化してきたという歴史があるわけですよ。で、今の人間というのは地球の環境をかなり速いテンポで変えてますよね。そのためにいろいろな生物がもう
滅びつつあります。ありますね。だからすごくその隕石と似てるような気がするんですよね。だから人間ってもともとすごく人間以外のものを全部勝手に都合主義で考えてしまうでしょ。人間の側からね。例えば家畜なんかでもその牛や羊なんかは大事にするんですけれども、それ以外の狼とか熊っていうのはもう邪魔者扱いをしてきましたよね。それは当然のように。そうですね。これ農業でも言いますよね。はい、例えば稲とか麦は大事にするけれども、あとはもう雑草扱いだと。はい、それからもっと言えばですね、人間の遠い祖先っていうのは森で住んでたわけなんですが、その森林をですね今もう遠慮会釈なく伐採していると、つまりふるさとを破壊しているということが言えるんじゃないかと思いますけどね。全ての生物っていうのはいろいろな生態的な役割があるのに、人間はその域をもう出ているというか、かなりもう無茶なところまで行ってますもんね。好き勝手なことをしてるって言っていいかもしれませんけどね。まあそういうふうな人間がですね今宇宙の方に目を向けてますね。宇宙の方で生き延びることができるのかどうか、宇宙でどういう関わりを持つのか気になるところですが、ディクソンさんはですねその辺はどういうふうにお考えになってるんでしょうか。人類が生き延びる可能性の一つに宇宙への進出があります。その一つの方法がスペースコロニーです。スペースコロニーは巨大な円筒を回転させ、遠心力で人工的に地球と同じ重力を作り出し、その中に地球の生態系をそっくり持ち込もうとするものです。宇宙空間の中に小さな地球を作ろうというのです。しかし人間が地球の生態系と同じものを作ることができるのでしょうか。中には人の気配がしません。このスペースコロニーは何かがおかしい。空気のバランスが狂ったのか、生態系が壊れたのか。私たちは地球を十分知っているとは言えません。岩と水と空気と生命でできている複雑な世界。地球についてもっと知ること、多分それが人間が生き延びる唯一の可能性なんです。